イケラドテジョンです。今回ナビベース HST ゲーミングというクランですね。なんか似たような名前のクランが前あった気がするんですけど、そこかなわかんないけど。はい。というわけでね、早速やっていきたいと思います。はい、というわけでやっていきましょう。先行ナビの方からピーパスもこの編成ですね。ルートライダーラッシュで、合わせるのはスーパーバーバリアンというところで、スーパーバーバリアンとバルキリーって割と似通ってるような使い方されることも多かったりするんですけど、ここは、めっちゃスニゴブ展開していく。鬼のようにここは使っていって、バルキリーどうせ流すだけのところを枠数少ないスニゴブでサイドカットしても変わらんやろ理論ですね。はいはいはい。むしろそっちの方が枠数節約できていいでしょ理論ですね。割と僕もそっち派に考えちゃうことが多いんですけど。キングが垂れたところ、ここはストライカーも合わせつつ、キングは9時の方に単独でぶち込んでいきます。これができるのがジャイアントガントレット。さあ、一気にフィスト使って大きく削りつつ、投石区画だったり、あの辺大きく。なるほど。ロイヤルチャンピオンを差し込むためのキングカットなんですね、ここ。タウンホールが結構まだね、残ってるクイーン入れてなかった。なるほど、うま。スケルトンとクイーンを使って3次区画を入れつつ、ここはロイヤルチャンピオンとドリルの両サイドケアですね。面白いですね。単純になんかこの辺を雑にラッシュでドカーンと進めていくんじゃなくて、ラッシュの中でもしっかり工夫というか、プランニングの見えるアタックですね。いいトーム。ロイヤルチャンピオンドリル両サイドしっかりトームに巻き込みつつ、クイーンはクロークでヒーラー生み出す。ここから、うまい。この使い方は確かにヒーラー出すのは相当強いですね。で、タウンホールの方はもうこれはもう完全にルートライダーで取りますよというような形ですね。で、ある程度ケアに、ここでロイヤルチャンピオンとかドリルの中身とかが、タウンホールケアに重なってきて、そうすると、タウンホール裏の方がちょっと厳しくなっちゃうので、スーパーバーバリアンを裏に対して残していたというところ、ロイヤルチャンピオン、ここからホグ登場もしつつ、数も押していく構え。これめちゃくちゃうまいね。いいラッシュ。めっちゃナイス全開ですね。なんかラッシュ編成だとしても、なんかこういう工夫の見えたラッシュ。なんか、めっちゃ好き。なんか全てのラッシュを否定してるようなあれではないんですけど、よりこういうアタックの方が好きですね。うまいね。ここは見習いウォーデンをつけていくルートライダー編成ですね。10日兵士は使っていくような形ですね。もうね、クイヒルートライダーの10日兵士型がマジで強いと思うな。レジェンドでね、今、僕も同じような編成やってて、無理くりオーバーグロも使ったりとかしてるんですけど、かなり強いですね。見習いウォーデン、ただこれは、ルートライダーには使えなくなっちゃいましたね。クイーンにつけたので。レイジもつけつつ、これはフローズンアローではないんですね。今まで通りのアーチャークイーンです。ボールブレーカーつけて、穴を開けて、タウンホールの方に戻せたらいいな、みたいなニュアンスですかね。だとすると、4時とか3時の方から、ルートライダー発進になりそうなんですけど、キングトーカーを行って、そっちからズニゴブこの段階で出すのなかなか面白いタイミングで出てきたな、これ。ルートライダーのそっから行くのなんかすごいやり方してますね。キングも、ペッカもなんか全部をウォーデンの範囲内に入れて、で、見習いウォーデンこっちに来たわ。えら。見習いウォーデン結局こっち来た。さあ、レイジからのフリーズかけるんだ。じゃあトーム打たないってことここはまだじゃあトームは温存していく構えですね。ここまで来たらなんか、なるほど。ここでトームを入れていく。なんか東海弊社のホグまで巻き込みたいのか。そんな感じのあれも見えましたが。サイドカットせずにね、一緒に入れてったのでこうなりますね。キングも、いろいろ逸れてしまうような展開になりつつ、タウンホールの方はインビジブルタワーがうまいこと発動して、消えかけてたんですけど、スニゴブね、今出したいんですよね、こういう時。あそこのカット何の意味があったのかわかんないんですけど。防衛施設が消えてから出せば、残った施設とかもね、もっと伸びて破壊してくれるので、出すとしてもタイミングとしては、なんか、施設が残ってて、何のタゲも取れない、さっきよりは今とか出した方が、同じ枠数でも仕事をしてくれる数の方が多くなるので、あのタイミングで出す意味がないかなって感じですかね。あそこだったら。クイーンが流れちゃうから出すとかだったら全然ありなんですけど、ちょっと早すぎた。忘れないうちに出すにしてもちょっと遠すぎるっていうところで。すごいな、これ。キングもなんか一緒に動いて貫通してるんですね。
キングのためのサイドカットができなくなっちゃうから、あの使い方するなら、なんかキングとルートライダーだけ一緒に、ちょっとウィザードとかつけてもいいけど、そしてなんか透過弊社角度ずらしてとかでもよかったかもしれないけど、結局全開なんでね。なんか若干突っ込みどころというか、もっといい全開になるなってところが少し見えたアタックだったかなとは思うんですが、しっかり対戦相手も先取ってきました。クラス早いですね。タイムも早いですね。1分10秒台のアタックですね。6-2天才をクイーンだと思うんですけど、違うのかな、クイーンですね。めちゃくちゃ強い。ここから1分台。早すぎるな。できるだけ早い全開取ろうぜ選手権がね、今のクラクラで行われてるので、いいや展開。やばすぎでしょ。もう全部ぶち込んでいきなりのトーム。これがね、ラバルをする上でタイムを目指すなら、こういった編成じゃない、こういうやり方じゃないとね、タイムは出ないかな。素早い展開うまいですね、ここら辺も。ロイヤルチャンピオンももうなんか気づかないうちに9時からブーメラン飛ばしてるわ。で、タウンホール消えたのを見てラバル巻き込んでいくんですけど、えぐいね、これ。くっそ早いな。うんま。シングルの方も捕まったりとかしてるんですけど、ロイヤルチャンピオン、ここはフォックス間に合うか間に合っていって、シングル IT も打ちつけ、裏からバルーン出して、ウィズトの方もここら辺ね、もうね、確定数を超えるバルーン出しちゃってますからね、ここ。余りすぎて。もう回収バルーンとかも一応作れるんだけど、もうウィズトを一発で落とすためだけに、もうこれもね、時間を早めるためだけの、あれですね、今のバルーン展開も。2体でいいところを、落とすだけならね、2体で見る。時間かかっちゃうからね。今みたいなね、タイム管理みたいなところも大事ですね。やばいね。早すぎるな。でも圧倒的全開の中でもね、どれだけ全開速度を出せるかみたいなのが大事。でも、僕結構嫌いなんですけど、ドヤ呪文とかね、あえて、なんか、我慢したおかげで打てるドヤ呪文僕あんま好きじゃないんですよ。もっといい全開取れるし、ギリギリまでなんかユニット死んでるの見殺しにしてまでドヤ呪文打ちたいですかあなたみたいなやつあるのよ、結構。それあんま好きじゃないんだけど、環境的にそれをね、できない環境になってきたので、僕はね、割とそれはいいなと思ってることの一つではあるんですけど、環境的にただ、全開が取れすぎちゃうのも良くないのでね、そこら辺はちょっと天秤にかかるみたいなところはありますが。ここはボーデン引っ張っていきます。クイーンの方で。反対サイドはジャイウィズカットを入れてますね。エレクトロタイタンか。最近結構珍しいね。しかも。ウルトライダー型とかスーパーボーラーが新レベル出てるとか、いろんな要素がある中でのタイタン編成っていうのは結構逆に珍しいところがあるような感じですが、タイタンも当然強いですね。ジャンプ真ん中置いていきつつ、エレクトロタイタンやはりこの辺はスケルトンだったり援軍に対しても強いですね。中心とムチたいんだけど、アイゴレなので一旦待っていって、キングの方がジャンプのおかげで合流をすることができているのもうまい。ウィズ島のケアはネクロ1体だけじゃ厳しそうだけど、縦ユニットとかなんかジャイアント1体持ってくるだけでもだいぶ変わりそう、そのネクロ1体。もったいないかも。中心、ロイちゃん出しましたね、結局。たらやってることはウィザードと同じような気もしますが、真ん中貫通の方がここはルートライダーと違ってね、やっぱ穴が開けれないっていうところがエレクトロタイタンの弱点になってしまってるね、もはや。もう比較対象がさ、タイタンの対象すらルートライダーになってるわけですよ。この編成、同じようなことをルートライダーでできるからね。ジャンプなしで呪文をレイジ使えるっていうところ、フリーズだったり増やせるっていうところと、タイタンだったからこそここジャンプ使った上に奥の方まで穴を開けることができてないっていうところ。結構ね、これね、タイタン使うと良かったんじゃないかなって思うのが、天才でタウンホール区画の防衛施設削ったんですよ、モノレスとか。そうすると一直線にしか防衛施設が並ばないから、なおさらなんか、ルートライダーで良かったような気もするっていうね。なんでもルートライダーでいいじゃん現象が起きちゃってますね。ちょっとこれに関してはやっぱりルートライダーの方が良かった気もするよ、本当に。さあ、1体出したネクロが結構伸びている。ここでクイーンの方でターゲットが取れたので、その隙にこの外周のネクロガーゴイルで最後のところまで回収できるかが結構大事になってきます。前回は待ったなしの防衛施設の減り方なんですけど、間に合わないから時間の方が、99%。欲しい。
ナイス防衛ですね。さあ、ジーマ、エレク、じゃないや、スーパードラゴン編成にオーバーグローの呪文が入ってますね。で、アイスラバーまで入ってますね。通常オールブレーカー4枚。うん、どういう使い方なんでしょうか。まあ、エアスイ固めるとかは、まあ、割とありそうだけど、真ん中。おー。アイスラバボマースタートから始まりましたね。で、クイーンサイドカット一気に入れていくと。ちょっとせっかくね、アイスラバー使ったのに、ホーミングがボマー当たっちゃってるのはもったいないというか、嫌な感じですね。さあ、ここでオーバーグローを使って、やはり真ん中安い区画を止めていくんですけど、これすると真ん中にね、スーパードラゴン入らないっていう弱点でもあるというところ。さあ、ロイヤルチャンピオンの方は、ボマーの中身のスーパードラゴンでしっかり突破ができつつ、防衛援軍、スーパードラゴン出てきましたね、これ。まあ、それを見て、ここはフリーズで対応を行っていきます。で、もう一回フリーズを使ってクイーンの方面に結んだけど、ここで真ん中入れないのがちょっときついね。ちょっとドラゴンが全部流れて真ん中を避けていくような展開。ここでヒーリングトーンぶち込んでいく。で考えると、ちょっと早めに出してあげるとか、オーバーグローの呪文ね。ちょっとだけ早めに使って、まあ、スーパードラゴンがある程度真ん中向かうぐらいでもう一回、施設が現れるぐらいのタイミングを狙わなきゃいけないのかな。普通の地元はやっぱこの辺の感覚がずれますね。安い2本吹いてる方向からドラゴンを流せるっていうのは強みだよね。ただここはロイヤルチャンピオンをその残った区画に合わせて使っていく。もしかしてこれもともとロイちゃんで狙ってるプランだった？だったらめっちゃうまいな。さあ、インビジブルタワーとかも発動して、安い残ってですが、クイーンの方も残ってますね。ここはクローク使いつつ、最終区画にロイヤルチャンピオン届いていきます。うまい。なるほどね。もはや、流して進ませようっていう形か。で、残ったら真ん中マルチ IT と大工しか残ってないから、まあ、それてもいいでしょっていう論の可能性があるな。じゃあ今のタイミングのオーバーグローっていうのが多分正当化されるので、うまいっすね。なんか真ん中残るのが、それでいいんですよのプランかもしんないな。今の感じ見てると。まあ、それも確かにプランとして成り立ってるのか。難しいな。さあ、イエティ、ベビドラ、サイドカット、クイーンを、危ない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 。地獄の展開になるところでしたね。ヒーラーがどっか行っちゃったら、まあ、かなりきつい展開だったんですが、ストライカー暴走で、まあ、ある程度の罠が見えつつ、罠がないってことだね。ビズ島まで落としきれたらめっちゃ強い。ウォールブレーカー5枚も持ってきてる。1枚とりあえず反対に投げ込んでいって、ここはクイヒーで、とりあえずタウンホールを取って、回収をしていくっていう形ですかね。東海兵士はここは使っていくんですけど、もう、直殴られスタイル。回収はまだしない。ここでしていく。まあ、9時に引っ張っていくと、だったらちょっと東海兵士早いかな。ちょっと早いかな、これさすがに。焦りましたかね。まあ、時間も意識した可能性がなくはないけど、もうあんまり関係ない点下ではあるから、ここはちょっと落ち着いても良かったシーンかなと思います。ここも真ん中ジャンプで進めていくような形。東海弊社の中身も中央に合流していきましたね。まあ、キングがかなりいいサイドカットをしてくれている。さあ、ウォールブレーカーも入れて一気にトームをかけていくのかな。ああ、そんなとこについたんだ。ナイストーム。いいトーム。奥のクランジョとかの奥の方までね、ウォールブレーカー進ませたいプランだったのかもしれないですね。ただここは壁が近いのは9時の下側だったので、そっちに流れましたと。ここは残りフリーズインビジブルのみの状況。ロイヤルチャンピオンは下から発進です。ここは上側はもう十分進んでくれてますね。ロイヤルチャンピオンがここはたどり着きまして、フリーズまで使ってロイちゃんに呪文2枠を割いた形。ブーメランからの、ここはヘイスト薬ですごい勢いだ。ブーメランヘイスト型は HP 回復がついてないので、今みたいにやっぱ守れないと死んじゃいますね。瞬間火力みたいなところはすごい高いんだけど、
ちょっとこの方の相性の悪さというか、防御できない、呪文以外で守れないっていうのが少しきついかな。あとはユニットとかで、なんとかロイちゃんの盾を作んなきゃいけないっていうところ。クイーンの方はここは黒く咲かされて、あとは回収なんですけども、いいスケルトン。クイーンの手を止めていく。まあ、そうだな。回収ユニット、ロイヤルチャンピオンこっち使うなら、まあ、4時に何か咲きたかったところではあるかなというところですね。さあ、これも時間の方が間に合わなそうな展開。95%。カズマくん71天才のラバルです。ホグも3体入って、スーパーバーバリアも6体。7だと、投石これレベル上がってないんで6で打てるんで、7だと、ここかな。そうですね。スーパーバーバリアンでタゲ取らせて、ここは対空砲まで見ていくホグですね。なるほど。ロイヤルチャンピオン使ってキングクイーン割いてというところ、ホグライダーがしっかり3時の対空砲まで切って、あれはラバルのためももちろんあるとは思うんですけど、ロイヤルチャンピオンのルートも作るようなイメージですかね。ロイちゃんがそうすると、ここちょっとテスラうざい、投石区画に入ることができています。フォックスの強いのは、こういうの無邪気についていかずにね、巨爆とか巻き込まれないところも強いですよね。キングここはフィスト使いつつ、ロイヤルチャンピオンしっかり真ん中の方まで進んでいく。第1クロス追って援軍と当たって、フォックス消えて、北側の方に、ここは、いい対応。キングがターゲット取ってくれてる。ロイヤルチャンピオン、ブーメラン。ここはロイちゃんの方は、通常ロイちゃんですね。ラバルパートスタートです。フォックスがまだ残ってるので、これロイちゃん伸びますね。シングルインフェルノまで降り切ることに成功で、呪文タワーはギリギリ折れず、ここは一気のレイジトームをタウンホール区画飛ばしていく。ウォールブレーカー、ここまで我慢して持ってきてて、上振れた時のみウォールブレーカー使えるかなって感じで、しっかり伸びたのでね、ここに、ウォールブレーカー使っていきましたが、ちょっとカットが間に合ってないので、これは投石までは落としきれず。もしこれ綺麗にカット入って、ここまで折れるようなクイーン、スーサイド作れてたらめちゃくちゃ強かったですね。タウンホールの方もちょっと残ってたんですが、ボマーの方もケアを一緒にしてくれつつ、ディギーついてますね。レジェンドリーグとかで、リフ編成やってるのかな。ラバル編成のディギーどうなんですかね。ちょいちょい使ってる人もいますけど、変え忘れなのか。初手でロイちゃん一緒に動かしていくとか、ウォーデのね、稚内に入るならありかなとは思うんですけど。そういった感じですかね。あとは、なんだっけ。忘れちゃった。何言うか忘れちゃった今。なんかね、言いたいことあったんだけど。完全に忘れちゃったな。61天才ここはクイーンを潰しつつ、対地クロスを追っていきました。で、穴開けと。なるほど。で、アイゴレからのヒーロー展開ですね。もう一回ウォールブレーカー、しっかり投石がウォールブレーカー入らないようなタイミングで入れていく。いいベビドラだ。ベビ強いね。ポイズンタワーが地味にジャイアントガン取れて強いんだよな。殴る発数を変えていく。そしてここトルネードも出ることで、ちょっとだるいですね。トルネとポイズンタワー結構ね、ジャイアントガントレットの手が止まるのでね、結構だるいんですよね、当たった時に。ラバルパート、ここ9時から角度変えてつけて、突撃艦まで一気にロイヤルチャンピオン6巻行く。あれだ。オールだ。オールの話しようと思ってたんだ。クイーンクロックがモノリスによって。しかも突撃艦ワンチャンそれは。届かないよ。突撃艦トーム入らなかったっすね。これはなかなか厳しい。タウンホールの方が取れない。あれだな、ハデスもこの突撃艦と、なんか、トルネに捕まって届かないみたいなことがあったな。これはタウンホール残りますね。残った上に結構残ってる施設苦しいぞ。これ、厳しくないか？これもディギーが入ってますね、ヒーローペット。ただこれは打ち抜かれていって、オーデンもここは
入りつつ、ロイヤルチャンピオンタウンホールは落としきれない。星1ですね。おー、この環境かなり珍しいですね、星1。あんま見ないけど。まあ、タウンホール真ん中はロマンありますね。綺麗にこれは星1です。まあ、シンプルに突撃艦の方がホームに入らなかったっていうところがかなり大きな要因だったかなと思います。それを見てロイちゃん突き刺したのかな、真ん中に。まあ、巨爆の後もね、こうしてたくさん出てるんですけど、まあ、ディギーとかロイちゃんがね、まあ、ラバルと違って陸ユニットなので、もろに踏んでしまうっていうところで言うと、まあ、どうなるかなって思うのと、まあ、オールの方がね、新レベル15まで来たので、まあ若干強くはなってるんじゃないかなと思いますね。さあ、星さん、これは余裕の展開なので、落ち着いて攻めれるかなというところですが、6-1天才、もう時間もどうでもよくなってるんでね。とはいえ、1分台のアタックのようなんですけど、1分20秒のアタック。天才のスポットも相当美味しいですね。マルチアーチャータワーとシングルインフェルノと対地クロスボウプラスで安井が折れてるっていうところでもう超折れましたね。で、クイーンの方はアイゴレもつけつつ流していきつつ、キングロイちゃんでくじ区画を狙っていくと。キングのためのサイドカットも入れたりとかして、くじにキング一緒に入ってほしいなという形だと思うんですけど、ここホグ出てきましたね、ロイヤルチャンピオン。ホグロイちゃん。両方新しいやつですね。ホグプラスのヘイスト薬。これは強い。ポイズンターの能力もヘイスト薬がついてると結構和らぎますね。で、防衛援軍またしてもここスーパードラゴン出てます。ラバルで攻めた時ばっかりスーパードラゴン出てくるの偉いな、相手。ただもう、数えきれないぐらいのバルーンが集まってきているので、スーパードラゴン強いな、ちょっと。防衛スーパードラゴン。偉い。強い。ちょっと強い。ピンポイントにこれは、このタウンホールに突撃艦飛ばす型のラバルって援軍無視するんで、こういったね、一発ゲー援軍を入れて、ラバルをね、落としていこうっていうコンセプトはちょっと面白かったんですけど、それどころじゃないバルーンとヒーローの伸び出しだったんですね。さあ、ラストアタック対戦相手、7-1天才のルートライダー編成です。多分、こっちじゃないかな。そういう、そうね、マルチ IT 打てるからね。打てる理由がクイーンサイドを残した方がいいからっていう。キングそういう使い方すんだ。どういうプラン？これもしかしてタウンホールキングで見てるの？こんなやんちゃなことある？これ何キング？これ何のためのキング？パルクイーンです。どういうプラン？なんかすごい、全然想像と違う攻めだったので、びっくりしてます。突撃艦でタウンホールを見ていく。で、一気のトーンも入れていく。すごい、新しいやり方ですね。タウンホールの方も届いていきまして、トルネードとか出てるけど、ここは天才の方で呪文も冴えてるので、レイジとか持ってきていない状況。あと、スケルトンが1枚だけなんですけど、これ中央打ちましたね。マルチ IT で全部消されちゃうので、ちょっともったいないかなって感じ。どっちかっていうと、こことか、こことか。スケルトンがやられない位置に、当然だけど、スケルトンを打つことで、スケルトンの呪文はね、強い使い方になるので、そういったところに咲くのが良かったんじゃないかなと思います。ここからルートライダーが穴を開けてくれるので、クイーンの方はね、穴を開けてくれたところに進むことができつつ、外周部はスーパーバーバリアンのカットも入っていくと。そうよね。クイーンはこれは通常クイーンか。で、ロイヤルチャンピオンも通常。スーパーバーバリアンのサポート6時の方も切ってあげることで、クイーン、ロイヤルチャンピオンできるだけ中央に進んでくれるような形を取り続けますね。フォックス強いね。あの状況からここまでしっかり伸びてくれている。巨爆も入って、ここはブーメラン。ヒーローペットが、だいぶ伸ばしてくれましたね。フォックス強いな。
もう今、なんか、ロイヤルチャンピオンにディギつけてる人いないもんね。ありえないよね、15の。ディギ強えってあんなに言ってたのに、なんかもうディギ弱えもんな、ロイちゃんにつけても。うん。はい、というわけでね、15対10という結果になりました。前回はね、対戦相手の方もあったんですけど、星1もあったということで、10点に相殺されつつ、まあ、破壊率ね、99%とか5%とかもあったかな、対戦相手の方は。惜しいアタックもね、あったんですけど、まあ、当たり前のように15点取ったナビがね、さすがに強かったですね。まあ、当たり前だけど、こういうのを見てると、基礎力の高さみたいなのがね、どんな編成をやっても、やっぱりナビのメンバーはうまいですね。まあ、ラッシュ系であっても、普段やらない人たちでも普通にね、基礎を抑えてるので、めちゃくちゃうまいっていうところ。まあ、ヒーローの活かし方とか最終的なところって結構ヒーローを活かしたり、ユニットを活かして最後まで拾いに行くみたいなことも大事なので、まあ、その辺でミスが全くないっていうのがやっぱり強みのところかなと思います。こうすればいいのにとかタイミング早すぎるとかそういうのがね、ナビの選手見てると全くないんでね、やっぱり見てる方もストレスなく見れますよね。なんか当たり前のようにやってるから解説するのもね、なかなか難しいんですけど、そういったところをね、見習ってほしいというか、上手くなるためにね、そこをね、真似していきたいところなんですけど、難しいですよね。はい。というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、レシピのスマートお願いしましょう。さよなら。